私のリア友のはい千椿まゆ様。はい、もう今なんか結婚っていう新しい悩みが出てた。最低だもう。ルイ大です。ここにです。千椿まゆです。お願いします。中井ファミリーです。よろしくお願いします。中森です。お願おいし邪魔します。ます。すごい。今日はありゲがとう。ストスペシャルゲストをお呼びいたしましわかてり、ました。は私のリア友のい千椿まゆ様。はい。まゆ様はい、まゆ様に。でも何と呼んでいただいてもいいですよ。あ、本当ですか。私はいつもまゆたむとかタムとかまゆとかまゆたむが一番多いですけど。そうだね。多いですね。まゆたむでじゃあ。はい。まゆたむでタムちゃん。たむちゃんでも大丈夫。大丈夫。自己紹介何してるかとか。そうだね。ぜひ。大森聖子プロデュースアイドルのゾックっていうグループに所属してる一応アイドルをやってる千椿です。すごい。すごいですほんまに。アイドル。練習してきたんさあだよ。今日練習してきました。てかなんか一昨日とかに急遽誘われて。あ、本当にもう遊びに来る感覚で来ちゃったからありがとう何も用意してない。あ、もう全然いらないです。何ラフな感じいらも。ないですか？はい言われたこと答えてる部分。あ、オッケーです。もう何 NG なしです。嘘はいです。それで言うとね、はいいいんですか？そうです覚悟できてますか？はい本当に。はい、ということで今日の企画ははい。先日大とココニで皆様から募集した質問をちょっと答えたんですけど、もう9割以上答えられてないので、あ、それの続きを3人でしようかなと。おお。みんなそれぞれ多分全然違う視点で生きてるし、確かこう自分の人生で今一番大事なものも絶対全然違うから、んそんな3人が答えるってこと。答えていったら面白いんじゃないということで。あ、おいくつですか？もし OK だったら。に。オッケーです。今19です。19。 19歳なの？ 3月で20歳になるんですよ。やっと。おめでとう。あともうちょっと。もう許されないですよ、そろそろいろいろ。何がです何がか？かなみたいなね。大人になっちゃうんだから。ルイ。結構最近会ってるよね。うん。この前もだって旅行行ったし、ちょっと前。行った。楽しかった。熱海行ったの？そう。熱海行った。知ってますこの人の遅刻？あ、うわ、聞きたいお願いします。本当にでもびっくりしちゃって、なんか私はもう朝って言っても10時ぐらいに会って遊ぼうとしてたんですよ普通に、でそういうのを言ったら、まあ、朝は無理だと、起きれないと、だからもういいよっつって、じゃあ14時半に熱海駅集合しようってもう遅いじゃないですか。何ができるんだって。何もできない。だからもう、まあ、泊まるからうんまあいいかなと思って14時半に熱海駅行ったら電話に出ない。ちょっと待って何がと思ってね、なんか心配だよね、そんなね。心配で、でもなんか先チェックインしようと思ってタクシー乗ってたら、ごめんなさい16時過ぎます。その16時過ぎましたのは今どこから？でも違うんだよ。でも起きてたんだよね。何時に起きてたっけ？なんかね、違う。でも絶対寝坊するっていうのは分かってたから、寝坊しで間違えた時間に起きちゃって言い方まで変えただけだろ。間違えた時間に起きちゃってそれですぐすいません急いで一回行きますって言ったけど、熱海って急ぐにもさ距離がすごいじゃん。そうだね確かに髪の毛びちょびちょできました本当になんか電車の中でできることはしてきましたみたいな顔しといて、髪の毛ぐしゃぐしゃだから面白い方待って、だってそんな急いでる時こそああいう寝癖直しスプレーが役に立つんじゃないの？寝癖直す時に髪は洗ってなかったな。やっぱり旅行の人は洗いたい。洗えばね。だってさ、2日3日洗ってなくてもさ、4日もじゃあもう4日も一緒じゃない？まあ3日入ってなかったら4日一緒だけど、 2日と3日は違う？どこが違う一番？まあでもリアルな話、3日違うか。2日といや1日と2日が一番違う気がする。そうなの。 2日から3日じゃない？まあそう本当それももう123は結構ね差が激しいと思う。でもごめん、全部汚いんだよ、それ汚いんだよ普通に。それで言うとね全部汚いんだよね。毎日入れって。毎日入ってほしい。
14時半でしょ。14時半待ち合わせで16時半に来たよね。だって12時に横浜出なくても間に合うんだよそれ。そうやばいよ。なんて言ったの？なんか怒ってて当たり前にさ、そうだよねごめんなさいとか怒っててと思ってチェックインして部屋入ったらめっちゃ素敵で全部許すってなった部屋に救われた私部屋は。そう全部許すからゆっくり来てってよかったね。連絡した本当に綺麗なお部屋取っといて。温泉ほんとよかったよね。よかった2人でいたらどんな話するの？一番どんな話だろうどんな話してたの話さないとかある？会話して。なんかしてる？会話してお願いだから。なんだろ逆に2人とか何話します何話しようかな。って言われたらむずくないですかでもココニが今さ、ちょっと色恋ありそうう。いな。やないその話をよくしたり。違うの。でもまあちょっと思ったんですこれ始まる前になんか話してたじゃないですか2人でそんな話聞いてないなと思あっ、てでも本当だから最近の話なの。しかもこいつがうるさいんだよ。お前は恋をしろ。自分はしてるからそうだよ。うるせえなうるせえな。ドゥイー。こちらって結構奥手なんだと思うよ本当に。じゃあココニと同じぐらい奥手な自信ある？恋愛になったら。結構奥手だと思う嘘。結構奥手だようん。ねそうだねだから話さないのかもしれないそうだよね。そうだから本当そうなんだと思う。恋愛に対して奥手すぎるから誰かに恋愛の話をするのも奥手なんだと思う。そもそも自分の話をすることが恋愛観に対してとか。そういうことね。そうそうそう。自信のあるフィールドじゃなさすぎて、そう触れないがベストになってるんだ。そうだと思だからもうすごいメイクの話とかになったらうちは止まんないけど、う止まんないし恋愛の話になった瞬間みたいな映画見るみたいなドゥイー。はい、というわけで喋りすぎだよね。いっぱい集めた本いっぱいファンの方からいただいたうん質問相談、恋愛関係のものもありますのでパンパンいっちゃいましょう。当にね。はい、じゃあもめっちゃ答えたいでしょ？答えたい答えでしょ？就活がしんどくてどうにかなりそうでわからない就活うごめん、就活どうだろう。なんかでもでももう就活は悔いが残らないような選択すればそうだね。確かあ、どうですか？就活しようちのマネージャーもダメですフルコンボでした。すいません。ごめんなさい、ここの空間にいる4人全員就活したことなかったんですけど、まあ頑張ってくださいって感じ。本当にどうにかなりそうなんだって一回どうにかなってみるのも手じゃないうんうん。あそれでそうか何か見つかるかもしれないそうだよね。うん、そうね。どうにかなってみちゃおうということです。頑張りましょう。応援してます。ドゥイー。英語です。I love being single, but it would be nice to have someone other than my friends to experience things with. これは、一人シングルって日本語通じるよね。シングルでいるのは好きだけど、友達以外にこういろんな経験をできる人が欲しいなって思うんだよねっていう。だから多分家族ではない。家族でも友達でもない他の誰かってなったら、まあやっぱ恋人に近い存在なんだなって感じじゃん。別にいいんじゃないそれで。ね。恋人にしないで恋人みたいなことしても別に悪くないと思う。付き合ってなくて。大賛成。うん。ね。でそれです多分本当に好きになったらその人恋人にしたいと思うだろうし、そう思っててもであっちもそれでさうちらのことを好きでいてくれるんだったらもう付き合えばいいし、付き合いたくなったらなんか何も悪いことしてないうん何も悪いことしでも悩みでもないない。うん、そうなんだ。ありがとうございました。そうだよね。じゃあ次ここに。はーい。ドゥイー。レッツゴー。I have trouble passing in med school exams and I'm losing courage before my final exams. メディカルスクールに通ってるのって。なんだろうそれ。医療学校？看護師になりたい。メディカルスクールだから医療関係だから何になるかわかんないけど、医療関係の学校行ってて中間でもうボロボロで、はいはいもうファイナルまで持ちませんって感じなんだって。頑張ってください。うん。だってこれ頑張らないってどうするの？確かに
でもまあ多分入る前から敷きついってのは分かってたと思うから、まあなんだかんだで多分頑張れると思う。そうだってやばいファイナルやらなきゃって思ってるからこうなってる、うんうんだからだから You can do it です。 You can do it じゃあせーの3人でせーの You can do it! Do it! My biggest worry is losing people without getting chance to tell them how much they meant to me. この人が一番恐れてることは大切な人にその人が自分にとってどれだけ大切な人かを伝える前に死んじゃう大切な人が。うんだからいっぱい伝えましょう。前にまあそうだね。チャンスがね。伝えられてうざいことってないし、そうだよね。うんでも恥ずかしくてさなかなかさ言えなくない。確かにね。いけお、日本語でもあ待って、これいいよ、頑張って頑張って。マインディングマン人生の最後のパートナーを探していますってこと？じゃあ見つけられるか心配。あ、そっか、悩みだもんね。そうどうですか、そんな人に最後の人が見つかるか心配してる人に2人から。最初の人も見つけられたことない。まあでも運命信じてるから、ん結構白馬の王子様とか絶対来ると思ってるから、だからその本当待ってればいいと。でもそのチャンスは逃さないようにはした方がいいと思うねっていう、お前が言うなよみたいな、そうだね。だから努力を怠らなければ必ず巡ってきたチャンスはつかめるので、そうファイティンです。ファイティンです。 Do it! 同性が好きなことを友達に隠しているのがしんどくてセクマイの友達といる方が楽になっている。セクマイって何？だから少数派の人々、あ、なるほど。 LGBTQ+ のどれか。キスマイみたいに言われたらそうねえねえまあでもこの人はそのさ、自分が同性愛者ってこと言えてないんだって。いいよね、隠しててとりあえず。そう、別にそのカミングアウトはしなきゃいけないものじゃないから。そうしなくても一緒にいて気が楽な人は絶対いるじゃん。その自分のセクシャリティを知らなくても、だからそういう人がいればそういう人といればいいし、でもいるわけじゃん、セクマイの人が周りに少なからず一人は。でもそのさ、セクマイの人しか入れないみたいなことを言ってるってことは、そのストレートの人とも仲良くなりたいんだと思うよ、この子は。だから仲良くなりたい人にストレートの人がいるってことだね。多分ね。何がしんどかったかなに。どう2人はさ、だってすぐ言えなかったでしょ、自分のセクシャリティ気づいてたてか行ったことないですよ別に。そっちか。多分ね、こういうタイプの人って別にカミングアウトっていうカミングアウトしない。行ったことないんですよ。じゃあ気づいたらどんどん可愛くなっていくから、みんな可愛くなっていくんだってそうそうそういうそう。感じか。しかも私より全然早いし、やっ早い。何歳からさ、もうそっちに自分の気持ちが合ってきたの？小5とか。小5でも見た目が変わるのはまだ全然だったけど、小5で初めて好きな人ができて、それが男の人で可愛く生まれたいってさ。なんだかときめきすぎじゃない？小5の時の恋愛だよね、それ。でも小5から高1まで好きだったんですよ。うわあ、それはときめかいわ。どんな人だったの？まだ見そう YouTube。嘘？じゃあ今もつながりはあるの？ワンちゃん。はい、でも高1までってことは今は好きじゃないんでしょ？でも再会してでも今は違う。今は別に好きじゃないと思う。じゃあ大丈夫だよ。どういう人？同級生。性格とかのもいいんじゃない？見た目だとさ、確かに性格こんな人でみたいでも確かにその男女関係なく仲良くできてた人な。はい、いるよね。いるよね。一定数、女の子にも男の子にも。にも全く同じ対応する人。うん。弱い弱いんだよね、そういう人って。そういう人に弱いんだよ、うちらって。弱いの。
それでがいいんだったらそれのままでいいと思うし、どうし本当にそう思う、うんでも楽な人といるのがやっぱ一番いいじゃないですか、その楽な人がたまたまセクマイだったってことでしそれもあるよね。確かにょ。たまたまじゃん。ただただそれなだけだと思う。ちょっと憧れるとこない？ストレートの人に最初自分が気づき出して違和感に気づき出したぐらいの時ってストレートの人に憧れない？憧れる、うん、ねなりたい多分それもあるんだと思う、この年齢だったら。なるほど。なぜかわかんないけどなぜか本当に分かんない、僕より年上かもしれないけど、だからそのセクマイの友達じゃない友達も欲しいんだって自分の中で。でもそういう気持ちがあるからだとそういう質問をしてるだと私は思うそうけど、でも信用できる人を上手に見極めて言ってみるのも一つの。僕も19までずっと嘘つき続けてきたからうん。で19の時に信頼してる女の子の友達に一人だけ言ったの。そしたらその子がなんで早く言ってくれなかったのみたいあ、バレてなかったんだ。な。なんかわかんない。一人は気づいてた。二人目に言った女の子はそうだよねみたいな。多分そうだと思ってたみたいな感じだったけど、一人目が一番難しくて言ったらもうどんどんみんなに言えて。あーでもそういうもんだよね、確かに。そう全てのことって。そうだから勇気出して信頼できる人にだけ一人言ってみたら、それで変わるかもしれない。そうそのしかもそのセクマイの人には言えやすいと思う。その本人がセクマイだから。でもこの子も言ってるんじゃない？多分セクマイの子には言ってないのかな。だって隠してるんだって。そっちにも隠してんのかそれは言った方がいいかも。セクマイの子には言いやすいんじゃないうんかな、うんしかも楽な相手なんだし、言ってないんだったら言った方がいいと思人生明るそうう。言ったらそうだよね。だいぶ肩の力抜けるよね。Doing Warning ABT My Future About My Future おー Still not sure what to do Please help 私の将来についてとても不安がありますと。まだ何をすればいいかがわからない。おー Still not sure what to do そう助けてください Please help すごい。Yes 自信ついたかも今。そうこうやってね自信をつけるんですよね。でも将来の方はなんてもうあげたらキリがないかも。そうなんだよね。本当にそんなこと言ったらそうなんだよね。だって結婚なんか将来結婚しかなさそうだったよ。いや意外と向き合うのも大事だよ、時間作ってね。あ、苦手そう？もしかして苦手そういうの。もう今なんか結婚っていう新しい悩みができた。最低だもん犯人。結婚願望ないはずだったんだけど、なんか2人の話聞いて今ものすごいでかい未来の不安ができた。嘘です。なのでまあでも考えるべきことができたってことだよね、まあ一つね。そうだけどまあでも将来の悩みなんてね、多分世の中の人全員もう尽きないぐらいあるから。わだっけ What to do みたいな言ってたじゃん。そう、何したらいいか分わかかんない。んないみたいな。それはもうみんなわかんない。わかんみんなない。わかんいろいろやってみてやりたいものを見つけるしかないと思う。トライアンドエラーだ。そうなんだよね。だから何でもいいんだよ。俺も毎日もうこれあげるの怖いな、数字伸びなかったらどうしようみたいなことの連続だけど、あげなきゃやってらんないとか何も気づけないからあげないと、これはうまくいくんだな、これは反応悪いんだってなんかマジ宝くじみたいな。ほぼ宝くじだよね。当たるかどうか。でも宝くじと違うのはそこに必ず何かしらの傾向が見えてくる、人生を。だからその傾向をちゃんと自分で見て、いいこと言うじゃん。だから悪いこともちゃんと見なきゃいけないんだよ。向き合わないと、なんで悪いことが起こっちゃったのかっていう理由を見逃すから、いいことも悪いこともイコール同じだけ向き合ってやっていけば、失敗は失敗じゃないから。ドゥイーよー音がよろしいようで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。スペシャルゲスト
まゆちゃんでした。ありがとうございました。まゆ様がほんまにありがとうございます。これからもたくさん呼びます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。